こんにちは、TPR トレーナーの柳です。今日は混ぜるな危険ということで YouTube とか雑誌とかいろんな媒体を見ながら勉強して練習してるけどなかなか成果が出ない、といった方に向けた自分で練習する上で何が危険なのか、なぜ成果が出ないのか、私たちコーチはどのような思いでレッスンを提供しているのか、またはそれができていないコーチってどういうところなのか、ちょっと過激な内容かもしれないですけど、今日の動画をご覧いただけると自分がどのような練習をすればいいのか、そのためにはどんな練習道具とかどんなドリルをやればいいのか、このあたりのゴルフ力が磨かれるような動画にしたいと思うので、ぜひですね、自主練しながら頑張ってるけどなかなか成果出ないよって方は、参考にしてほしいなと思います。まずですね、この冒頭の混ぜるな危険、どういうことかというと、このスイング理論みたいな形でこのポジションではこういうことしましょうとか、この運動の中の一部を切り取ったり、その週活躍した選手の動き、ここが素晴らしいよねという形でその形にフォーカスしてそこを練習しましょう、これが素晴らしい動きだ、やってみてください。結構こういった発信が多いと思うんですけど、これをですねかいつまんで部分的にいろんなところからピックアップしてしまうとまず 100% うまくいきません。例えば具体的な話でいうと、このグリップ、フックグリップとかウィークグリップとか、この発信している人と受け取る人のグリップが違うだけで、この肘下からの先の動きっていうのは体の意識としては全く違う動きになってきますし、フォルムとしても違う動きになってきます。で、ただですね、クラブを視点にするとそのいい動きっていうのは大体共通してくるんですけど、体を視点に話して体を視点に受け取っていると、まずグリップが違うだけで表現とかこの感覚かける力の方向全然違くなってきます。なので、このコーチの動画好きだなとか、こういう選手の動きいいなと思ったとしても、まずその人と同じグリップで、このグリップっていうのはフェースの向きがどうのっていうのもありますけど、この重心、クラブの重心を、例えばフックグリップの方っていうのはこのクラブの重心角に合わせた状態で持つとフェース面かぶって見えるので、スクエアに持っていくとフックグリップのグリップっていうのは重心に対してスクエアに持ってたらフックグリップですし、ちょっとウィーク、この外に落ちる力、逆に言うとこう帰りすぎないようなエネルギーの中で振りたいなって選手はウィークになってきますし、クラブの重心に対してどういうふうに持っているかっていうところが一番大きな違いになってくるんですけど、そもそもこのグリップが違うだけで全然発信している内容が変わってきます。次にあるあるの指導として下半身リードとかありますし、ベタ足とかありますけど、ここのところのアドバイスっていうのもすごく危険です。例えばですね、下半身リードということでプロのスイングを見ると必ずここから下半身から動き出しているのは間違いないんですけど、ただこれって下半身を先に回すことが目的ではなくて、このクラブを加速させる時の動きとして本能的にやっているものです。ボール投げですぐそばにボールを投げるとき、下半身は土台で何も動かないんですけど、遠くに投げてくださいって言ったら必ず下半身リードが入るように、アプローチでは下半身動かないけど強いショットでは下半身リード入るっていうのは、このクラブを加速させる動き、本能的にやっているものなので、スイングの目的として下半身から回しましょうっていうアドバイスはナンセンスです。また例えばですね、このベタ足についても、このベタ足で頑張りましょうっていうような話、なんか膝が前に出てるからもっと粘りましょうみたいな指導あるかもしれないんですけど、ベタ足を推奨するっていうのも素人が勝手にやってはいけません。例えばですね、足裏の感覚、地面を捉えている、自分の重心がきちんと地面に乗っかってる、捉えてる感覚っていうのは、親指の付け根、小指の付け根、かかと、この3点がしっかり地面に設置しているっていうところがスタートラインです。で、さらにこのテイクバックするときは、この接地面が例えば小指側がちょっと指が浮いてしまってて、あまり触れてる感覚がない人っていうのはもうここで回すことができなくなったりします。というのは、この設置している地面からの情報のフィードバックがないと、転ぶかもって本能的に体はストップして、ここからは腕力とか筋力でトップを作るっていう形になってしまうので、まずですね、足の中の状態、重心移動がその3点の中で動けるかっていうのがすごく大切で、ここでさらにベタ足しましょうっていう時に、このかかとの設置の感覚がない人にベタ足しましょうというと、めちゃめちゃ諸刃の刃で、ベタ足ってやった時にうまくかかとに重心移動ができる人、何かの制限で体の機能としては問題ないけど
ただ重心を移動できなかった人にベタ足の意識をするとうまくいくパターンがあるんですけど、逆にですね、そもそもこのかかとを踏めない、このかかとの下の骨が地面に接する感覚がめちゃくちゃ薄い人にベタ押しをするってなると、もっとスイングが崩壊してきます。なのでベタ足で強い選手ももちろんいるんですけど、その選手はちゃんと足の中で地面を捉えて重心移動できているっていう、動物として基本的なことがきちんと整っている選手はそういったことができますし、我々アマチュアゴルファー、このアスリートとして競技をやってない人はもしかしたら足の裏からの情報が薄いとか重心移動ができてない、こういう方に対してもっとベタ足がいいんじゃないとか、浮いてる、膝が浮いてるからもっと粘ろうよ、こんなアドバイスは最悪です。ということで結構ですね、このアドバイスするっていうのは非常に難しくて、特に私はYouTube なんかをやってると皆さんに一方的にこんなドリルをいいですよっていう投げかけをする立場にあります。なので私はこの発信する側としてなるべく体の意識ではなくて、クラブをこう使うときにあなたはどう感じてますか、こういった共通言語で発信したいなと思ってます。 YouTube でいろんなプロたちが発信してくれてますけど、それをやったときにクラブが動いているのかっていうのがすごく大切になるので、ぜひですね、自分で練習しようと思っている方はいろんなプロのアドバイスをやってみてもいいんですけど、何よりもまずその自分がそれをできる土台があるのかとか、このきちんとクラブを使う大前提整っているかとか、グリップが発信者と同じなのかとか、そのあたりを見極めながら練習してほしいなと思います。これからですね、じゃあどういう意識で練習したらいいのかとか、どういうふうに練習道具とかドリルと向き合ったら上手くなるのか、ここをコーチ目線で解説していきます。私が考える優れたコーチっていうのは、生徒さんのスイングを見た時にこういうドリルをしましょうという処方箋が的確に投げられるかなんですけど、その処方箋っていうのが例えばめちゃくちゃカット軌道で打ってこれが悩みの人に、あなたカット軌道だからもっとインから入れましょう、こういった指導ではなくて、このカット軌道に入れなくてもいい環境制限をしたドリルを与えられるか、そういった練習を与えられるか、ここがいいコーチとそうでないコーチの境目だと思います。行ってできるんだったら皆さんスイングなんかに悩まないでマキロイとかウッズみたいなスイングになってると思うんですけど、意識してできないから皆さんいろいろ悩んで練習してるのであって、まずですね、この何かを変える時っていうのは環境を制限してあげるってことが大切です。コーチがいればこういうドリルしましょうってその場で的確な処方箋投げれると思うんですけど、自分で練習してるよっていう方にはここで練習道具の意味が出てきます。例えばタスクさんが作ったこの 3D スイングメンター、これはクラブの変重心特性を増大させてクラブのこの動きを慣れましょうっていう練習道具です。でこれは普通のクラブで素振りするのが一番いいけど、それをより感じるための設計がされていて、この手の中の教育をはかどらせるものですし、いった魔法のホース、このグリップついててホースがあって中に針金があって、これを振りましょう。これなんかはどういった環境を制限しているかというと、外から面を合わせちゃう人、押すっていう動きに対してめっぽう弱い作りになってます。なぜなら押せないから。なのでこれはリズムよく引くだけ、こういったこの押す環境制限を、してあげてる練習道具です。あとはこれ振り子の達人、これ私一番好きな練習道具ですけど、これは腕のここにつけることで腕遅れしちゃうとか、振り子が作れてなくて全然クラブを打てない、ここの第一振り子のロックを外すための環境制限だったり、下半身リード、間違った下半身リードでヘッドが遅れちゃう、ここを制限する環境制限を生むような、練習道具です。ということで練習道具一つにとってもどんな環境制限をしているのか、どんな動きを増大させてプレイヤーの感覚を磨くのか、こういったところを考えながらチョイスしていくっていうのがすごく大切です。ただですね、練習道具ないとまたできないかといったらそうではなくて、例えば腕遅れしてしまう人なんかはめちゃめちゃワイドにもう下半身とか動けないぞっていう状態でフリックを作ってあげれば、さっきのこの環境制限ですね、変な下半身リードがないような状態でドリルしてあげる。あとはカット軌道なんかに悩む人は打ちたいボールの前後にボールを置いてあげてこれを打つ、この視覚的な、制限をかけてあげるだけでもインアウトに打つことはできますし、工夫をすれば自分にどんな処方箋が必要かっていうのが少しでも分かってくると、こういった環境制限を自分で作りながら練習することができるようになります。
では最後にこの環境制限、自分はどこから練習したらいいのかなっていうのをチェックする方法を、お伝えします。まずですね、このゴルフクラブはこの振り子の延長線上にあって、この振り子のだけだとフェースローテーションしないですけど、来角を作ってあげて振り子をしたらローテーションするようにできています。でこれがゴルフクラブの本来の動きなので、まずですね、この振り子を邪魔しないで素振りができるか、ここがスタートです。これができないって方は、この手首ロック感が強くて体ばっかり頑張ってヘッドが加速しない人なので、まずですね、この振り子してあげて、このリズムを崩さないで素振りできるかな、振り子の周期に合わせて素振りできるかな、ここをまず感じてもらって、こういう感じですね。腕がここまでしか動いてないけどクラブはここまで動いている、この運動の差を止めないような素振りができているか。この第一振り子死んでるとマジで何もできないので、まずですね、ここのところがうまくできているかっていうのを感じてみてください。次によくあるミスっていうのが、腕遅れです。で腕遅れなんかはスプリットハンドにしてもらってボールを打てるかです。腕遅れしてる人はこういう感じでめちゃくちゃダフります。でこれ腕遅れなのか下半身が回りすぎなのかどっちでもいいんですけど、腕が出てこないとダフります。なのでこのスプリットハンドでダフってしまう人は腕遅れして下半身が回りすぎなので、下半身はバランサーでただ立ってるだけ、この状態で打ちます。でこの状態で打てたら、振り子はできてるし腕もしっかり振れてるので、いよいよプロとかが発信してるちょっと体意識の練習をしても OK かなって思います。最後に練習で大切な意識なんですけど、この体の動き、内的な動きにフォーカスしてしまうとヘッドを動かすってことがすごく難しくなってきて、また考えるとメンタル的にはネガティブな方向になるので、感じる方向で練習をしてください。この体がどう動かすではなくてヘッドがどう動いているのか、例えば下半身リードとか踏み込むぞって思ってこういう全然ヘッドが出てこなくなるのではなくて、振り子を加速させてヘッドを活かせるぞ、こっちのヘッドを感じる側で振っていきます。この時に今このタイミングでヘッドってこっちのエネルギーいったなとか、ちょっと自分はクラブをこういう風に使っちゃったな、ここのクラブと手の会話、こっちの外的な要因の方に意識を向けて練習する方がうまくなるので、ぜひですね、内的な動きっていうのはドリルの中で環境制限で無意識に、そこの制限を作ってあげて、人はターゲットあっちに飛ばそうとかクラブをどう動かそうとか、こういった自分の内的じゃなくて外的な方向に意識を向ける方がうまくなります。ということで今日はこの自分の状況とか相手の状況が分かってないのに一方的にこうしましょうっていう形とか手段を伝えるっていうのはすごく危険で、自分のゴルフをやってきた背景、歴史とかグリップの形とかこの体の機能的な制限がないかとか、そういった上でじゃあどういった環境を制限してやりたい動きをあぶり出すか、ここがコーチの腕の見せ所なので、ぜひですね、皆さんはまず自分にとって何が足りないのかなっていうのを、この振り子ができてるかなとかスプリットハンドで打てるかなとか、この辺からチェックしてみて、ここの動きが足りないからこの練習道具買ってみようとか、そこの動きをあぶり出すためにはこんな練習方法がいいのかなって探してみるとか、そういった感じでこれがいいよ、流行ってるよ、こうした方がいいよって一方的な情報を受け取って試すのではなくて、ゴルフ力を高めながら練習してほしいなと思います。ということで今日はですね、コーチ目線で何を考えてどんな処方箋を投げているのか、それをこの動画を見た人が自分自身ちょっと取り入れてもらって、どんな練習したら自分が上手くなるか、こういったきっかけになるような動画になればいいなと思って作りました。ちょっと難しい内容だったかもしれないですけど、ぜひですね、自分のゴルフ、この振り子のところから見つめ直して、何が足りないのか、どんな処方箋を入れたらいいのか、この辺りを確認して楽しみながら練習してほしいなと思いますし、もし
わからないよっていう場合は、私公式 LINE を、概要欄リンク下に、載せてますので、スイングの悩み相談とかレッスンのご依頼とか いただければ全力でサポートしたいなと思います。ということで今日は独学でゴルフ上手くなるためのすごく大切なポイントについてお伝えしました。ぜひ皆さん参考にしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。